今回は、レベル399、セーフパッセージについて解説していくよ。直訳すると安全な通路って感じだから、廊下みたいな空間か？まずは部屋の外観。レベル399は、高速バスの内部のような空間で、16席ほどの座席があるんだ。一瞬何の写真かわからなかったけど、これ座席か。次に、レベル399について説明するよ。レベル399の生存難易度はクラス1。平穏で、安全、稀にエンティティが出現するんだ。こんな狭いところでエンティティ出てきたら地獄すぎる。次に、レベル399の特徴について説明するよ。レベル399は、さっき言った通り高速バスの内部のような空間で、長い間、生存者の間で広まっていた噂程度の空間だったんだけど、2004年4月7日、一般の生存者が撮影した証拠写真によって、レベル399の存在が初めて確認されたんだ。そんだけ入るのが難しい空間なのかよ。レベル399の高速バスは常に移動していて、車内は静かなエンジン音が聞こえ、床や窓の表面からは緩やかな振動も感じられるんだ。また、冷房の効いた座席部には、クッションが並べられた座席が16席あり、各座席の背もたれのポケットにはアーモンドウォーターのボトルが入っているんだ。座席数が思ったより少ないから、車内は結構広いんじゃね？ちなみに運転席では、リチャードと名乗る人物がバスを運転しているんだ。運転手いるのかよ？車内の窓から見える景色は、他の車やトラック、バスが行き交う交通量の多い、街中の主要道路で、後ろにはライトアップされたビルが並んでいるんだ。時間帯は夜かな。建物には電気が通っており、主要道路を走る車も動いているにもかかわらず、人らしい姿は一切いないんだ。ちょっと不気味だな。また、窓の外は雨が降っていることが多く、レベル399には決まった時間サイクルはないため、ほとんどの生存者は夕方遅くや、ちょうど日没くらいだったと話しているんだ。いわゆる黄昏時ってやつだな。とまあ、こんな感じでレベル399は、一見高速バスの外側にも空間があるように見えるんだけど、高速バスを出て主要道路やその先の建物に入る方法は、今のところなく、強引にノークリップで座席を通り抜けると、他のレベルに行くだけなので、このレベルは今現在、高速バスの内部としてのみ存在する仮説が立てられているんだ。外の空間はただの見せかけの可能性があるのか。レベル399に入ると、まず高速バスの座席で目を覚まし、ほとんどの人が、目覚めた時に居心地の良さと落ち着きを感じたと報告しているんだ。車で寝てた時のあの感じか。座席から立ち上がって車内を移動することもできるんだけど、探索する要素も少ないため、座席でリラックスして休息し、眠りにつくことを推奨しているんだ。そのまま寝過ごしていいのかよ。まあ、車内に長時間いると本人が意図しなくても自然にまた眠ってしまうから、ある意味時間制限があるようなもんで、隅々まで探索できないんだよね。束の間の休息をする空間って覚えればいいか。次に、レベル399にいるエンティティについて説明するよ。レベル399には、リチャードというエンティティが唯一いるんだ。あの運転手がエンティティだったのかよ。リチャードは、高速バスの運転席で運転しているのを確認でき、生存者に友好的で敵対心はなく、ほとんど無口なんだけど、促されれば生存者と友好的な会話を交わすんだ。なんかいい情報とかもらえるのか？過去の会話からして、リチャードはバックルームズのことを深く理解しているように見えるんだけど、本人はあまり触れたくないのか、この話題に関する会話は沈黙に終わることが多いんだ。なんかタブー視してるのかな？あと、最近リチャードに変化があったらしく、レベル399に入ると、手書きのメモを握って目覚めるようになったと、生存者から報告されているんだ。どんな内容なんだ？それがこちら。おはよう。目が覚めたかい？今いる場所について心配しなくても大丈夫。もうすぐ目的地に着きます。それまでは水でも飲んでくつろいでください。少し寝てても大丈夫。ここは安全だ。約束するよ。PS、私は運転席にいます。何かあったらおしゃべりしに来てね。リチャード、めちゃくちゃ心開いてるやん。最後に、レベル399の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル399の入り方。基本的にどのレベルからも入ることができるんだけど、バックルームズ内で長旅をしている最中の孤独な生存者という条件があるんだ。流浪の民だったらいける可能性があるのか。一方、次のレベルの生き方は、レベル399で再び眠ると、お望みのレベルで目覚め、バスのドアからノークリップでレベル50、レベル69、レベル80に、行くことができるんだ。自分が行きたいレベルに行けるのかよ。ということで、今回はレベル399について解説したよ。
レベル399は、いい意味でバックルームズの雰囲気とは全く違った空間で、まさか自分の望むレベルに行けるとは思ってもみなかったな。まあ、さすがにザフロントルームズに帰れるわけじゃなかったけどね。となると、望むレベルとなれば安全で平和なレベルになりそうだけど、そういえばウィキドット版でまともに暮らせそうな空間ってどこだっけ？それはもちろんあそこだよ。レベル200。あんま空間の印象ないけど、